夫婦というものは何なのだろう。俺は今、家具も揃わない安アパートの一室で、ちゃぶ台を前に一人黄昏ている。俺の名前はユージ。もうすぐ60歳の還暦を迎えるサラリーマンだ。つい1週間前までは、俺も人並みに家庭があり、広くはないが一軒家で妻と共に暮らしてきたのだ。その妻に突然突きつけられたのが離婚届だった。離婚？他に男でも？妻の瞳も53歳になる。もちろん恋愛に年齢など関係ないかもしれないが、妻も派手な性格ではない。容姿とてごく普通のおばちゃんだ。他に好きな男ができたなんて会話が成立するとも思えなかった。そんなんじゃないの。私、あなたと一緒に暮らしている意味がわからなくなったの。夫婦が共にいる意味。改めて問われ、俺は答えを持ち合わせていないことに気づいた。夫婦の意味とは何だろう。妻と知り合ったのは大学を出て会社で働き始めて数年した頃だった。高校生だった瞳がバイトで会社に来たのが始まりだった。菓子の製造工場だったために将来パティシエになりたいと夢を持っていた瞳が職業体験を兼ねてやってきていたのだ。俺はその時の指導員の一人だった。まだ新米で菓子作りへの熱意を持っているのはよっぽど瞳の方だろうという感じだったが、瞳は熱心に俺の話をメモし、困ったことがあったらすぐに頼ってくれるかわいい存在だった。学生時代は野球部で汗を流していた俺だったが、性格があまり社交的ではなかったせいか、周りの仲間のように彼女を作ったり、女子マネージャーと仲良くデートに出かけることもできなかった。だからこそ憧れを人一倍持っていた。自分を頼って声をかけてくる瞳は、学生時代に果たせなかった淡い夢を体感するようで楽しかったのだ。瞳は地元の製菓専門学校に合格した。そのことをわざわざ俺のところまで報告に来てくれた。その時に思い切って俺から付き合ってほしいと告白したのだ。それから3年の交際を経て、俺たちは結婚した。私が結婚を決めたユージさんは、今のユージさんみたいにただ漫然と時間が流れていくのを受け入れる人ではなかった。もっと自分の生きる時間を大切にしている人だった。俺はボロアパートへの引っ越しの時に、押し入れから出てきたギターだけは捨てずに持ってきた。青春の思い出だったからだ。俺は別に歌手を目指したとか、バンドマンに憧れたことはない。だが、友達がギターを片手に好きな歌を歌っている姿を見て、かっこいいと思ったのだ。それから友達にギターを習い、練習のために指先にタコを作ったこともあった。それくらいにのめり込んだ時期もあった。瞳と付き合っていた時も、たまにギターを弾いてと頼まれて、アパートの部屋で一緒にお気に入りの歌を歌ったこともあったなと思い出す。昔は今時の学生のようにカラオケボックスで歌うなんてことがかなわなかったので、ギター一本でも伴奏があることは貴重なことだったのだ。俺はいつからギターを押し入れにしまい込み、触れることすらなくなったのだろう。野球のボールを握ることも、
甲子園で汗を流す高校球児を我がことのように感じて応援することがなくなったのもいつからなのだろう。妻が言うことに全く反論できない俺がいた。離婚するにしてもお前はどうやって生きていくんだ？お金のことなら心配しないで。専業主婦なのにどうして金の心配がないんだ？俺の問いに瞳は悲しそうに微笑んだ。あなたって本当に私のことに無関心だったのね。何度も話していたのに全く覚えていないなんて。そう言われても俺には瞳の言わんとすることがわからなかった。瞳は専業主婦だったが、もともと手先が器用な人であった。だから小物作りが上手だったのは知っていた。家の中のクッションやらカーテンやらはすべて瞳の手作りだったからだ。だが知らぬ間に瞳はそうした自分の手作り品をネットで販売し、いつの間にか月に20万以上も売り上げる人気作家になっていたのだ。瞳は何度も俺に作ったものを見せたり、売れた喜びを語っていたらしい。だが反応の薄い俺に話すことの喜びを失い、いつの間にか報告することすらなくなっていたのだそうだ。仕事で疲れて帰ってきてからも明日の仕事の予定を組み立てて、俺の頭の中は常に仕事のことでいっぱいだった。だから妻の話など耳に入っていなかったのだ。共に過ごすことを楽しむ趣味もなく、気持ちすら共有できない人と一緒にいることに意味を見出せない。それが瞳の下した結論だったのだ。定年間際になってこんなわびしい生活を送ることになるとはな。自業自得だけれど。ちゃぶ台の上には割り箸を乗せたカップラーメンとワンカップの酒。1週間前には湯気をあげる味噌汁とご飯。焼き魚に数々の副菜の並んだ夕食を前にしていたのに。でもそれすら当たり前だと思って、ありがとうもおいしいも言ってこなかったのだ。離婚って言われるのも当たり前か。ため息とともにラーメンを食べようとした時だった。不意にボロアパートの玄関から物音がしたのだ。ドンと何かが強く当たる音。人などやってくるはずもなく、物が舞い飛ぶほどの風もない日だ。なんだろうと思って玄関へと足を運び、俺は外の様子をうかがった。外から明らかな人の気配を感じた。ドアのスコープから覗いても何も見えないのに、誰かがいることだけは確かだった。俺は思い切って声をかけた。誰かいるのか？ドアの外で身じろぎする気配があった。そしてかすかに女性の声がしたのだ。助けて。消え入りそうな声だったが、はっきりと助けてと聞こえた女性の声に、俺は慌ててドアを開けた。そこにはひどくぐったりした風の女性がうずくまっていた。一体どうされたんですか？知り合いに飲まされて、なんとか逃げて。女性の言葉に俺は慌てて周りを見渡した。誰かこの女性を追ってやってきているおかしな輩がいるのではと思ったのだ。意識が朦朧としている風の女性を放置することはできず、ひとまず部屋の中に抱き上げて入れた。
床に敷きっぱなしの布団に寝かせ、医者でも呼んだ方がいいのだろうかと思案すること1時間。女性が身じろぎして目を覚ましたのだ。大丈夫ですか？女性ははじめ自分がなぜここにいるのかも理解できなかったようで、びっくりしてガバッと起き上がったが、すぐに頭を抱えてうずくまった。ああ、急に動かない方がいいですよ。なんか知り合いの人に飲まされたって言ってましたから。俺の言葉に思い当たることがあったのか、女性はうなずくと深い深呼吸を繰り返した。そしてカノンという名前であること、今日は友達に紹介された男性に会いに行ったのだが、やたらとお酒を勧められて不審に思っていたこと、席を立って戻ってきた時にほんの少し飲んだ水に何かが入っていたらしく、突然めまいがし、初めて騙されたと気づいたことなどを話してくれた。卑劣な男ですね。そうですよね。でも結構あるんですよ。残念ですけれど。カノンさんは看護師をしているということで、何度か被害に遭った女性を目にしていたのだそうだ。そういうことがあるって知っていたのに、あっさり自分も引っかかるなんて、ガードが甘すぎですね。いや、カノンさんの責任じゃないでしょう。人間を初めから泥棒と思ってみる生き方は悲しい。まして知り合いの紹介ならなおさらだ。慰めるつもりで言ったわけではなかったが、カノンさんには優しいんですねと微笑まれた。そういえば、こんな風に女性と会話を交わすこともなかった上、密室に二人きりだと意識した瞬間、なんとなく恥ずかしくなって顔が熱くなる。この後どうしたらいいのだろう。そう思った時に、カノンさんのお腹がぐーっと大きな音を立てた。カノンさんは恥ずかしそうに慌ててお腹を押さえていたが、目が合ってしまってお互いに笑い合う。すいません、ここには越してきたばかりで大したものはないんです。カップラーメンでよければありますけど。カップラーメン大好きです。きっとものすごくお腹が空いていたし、大きな腹の虫の音を聞かれて開き直っていたのだろう。前のめりで言うカノンさんに、俺は思わず声を上げて笑ってしまった。俺が用意してやったカップラーメンをカノンさんは本当においしそうに食べていた。ああ、おいしかった。ごちそうさまでした。カノンさんは満足そうに言うと、改めて部屋の中を見渡した。本当に引っ越してきたばかりなんですね。失礼ですけれど、もしかして離婚とか？俺は隠すことでもないので、不甲斐ない俺のせいでね、と言って離婚に至った経緯を話した。ああ、それは私もちょっと奥さんの方に同情の一票入れちゃうかな。そうですよね。俺がいけないんです。妻の優しさの上にあぐらをかいていたんです。でも奥さんのこと愛していたんでしょ？そう問われ、俺はまたしても自分の中に答えがないことに気づいた。俺は瞳のことを愛していたのか？若かりし頃、瞳と結婚を決めた時には愛していたと思う。でも今思えば、あれは愛ではなくて恋だったのだろう。人を好きになって心が弾んでいる、そんな時期だった。だが家族になって毎日一緒にいるのが当たり前になって、恋人はいつしか家族になる。いつもそこにいることが当たり前で、刺激を受ける対象ではなくなるのだ。だからこそ、
恋を愛に育てる努力をしなければならなかったのだ。瞳のしてくれることに感謝し、小さな変化にも気づける目を持ち、日頃から気持ちを言葉にして伝える。そうした中で、お互いの中で愛が育っていくのではないだろうか。俺は瞳を大事な存在だと思っていたよ。それをちゃんと奥さんに伝えたんですか？俺は首を横に振るしかなかった。奥さん、離婚してほしいって言ったかもしれないけれど、最後のチャンスだと思ってかけてたのかもしれないですよ。ユージさんが自分の気持ちと向き合って、自分への気持ちに気づいてくれるかもって。そうなのかな。私にはわかりませんけどね。でも毎日一生懸命ユージさんのためにご飯を作って家を整えて、それって愛ですよね。そう言われて、俺はますます自分のことが情けなくなった。人に何かをしてあげるということは、それだけ労力を要することなのだ。カノンさんのためにカップラーメンにお湯を注いであげるだけでも、大変な思いをした彼女を思いやる気持ちが込められていたのだから。それを毎日自分のために会社から帰ってくるのを待って作り続けてくれたのは瞳なのだ。まだ間に合うかな。迷うよりも行動あるのみです。カノンさんの言葉に背中を押され、俺は立ち上がった。俺、瞳のところに行ってきます。カノンさんはまだここで休んでいてもらっていいので、鍵はポストにでも入れておいてください。俺はすでに暗い夜道を元自宅に向かって走った。そしてインターホンの音で玄関に出てきた瞳に向かって言ったのだ。瞳、俺が悪かった。俺はお前の愛情に甘えていて、それを当たり前のものだと感謝することを怠った。俺はやっぱり今後の人生を共に歩むなら瞳しか考えられない。瞳じゃなきゃダメなんだ。突然押しかけて思いの丈を語った俺に、瞳はしばらく呆然としていたが、不意に口を手で覆うと泣き始めた。もう遅いわよ。離婚届出しちゃったじゃない。そうだよな。でもやっと気づいたんだ。これからは瞳と楽しい人生を歩みたいってずっと計画していたことに。一緒に温泉に行きたいとか、猫を飼って一緒に可愛がりたいとか。瞳はその一つ一つにうなずいて、最後には一緒に年を取っていきましょうと言ってくれた。その日、俺は瞳と久しぶりに同じ布団に入り、ずっと老後の計画を語った。昔のアパートで時間を共に過ごしていた時のように楽しい時間だった。そして二人でいつの間にか眠りに落ちていたのだった。幸せな気持ちで朝を迎え、ボロアパートを引き払うつもりで戻ると、そこにカノンさんの姿はなかった。ポストに鍵が入っていたことと、一つ減ったカップラーメンだけが、彼女がここに来た証だった。カノンさんはどこの誰だったのだろう。答えは出ない。でも俺にとっては、人生の分かれ道に進むべき道を示してくれた女神様だった。いつかどこかでまた出会えたら、あなたのおかげで妻とやり直すことができましたと報告したいと思っている。